あら、わざわざありがとうございます。外風な方ですね。シナトをご存知ありませんか？シナトです。だるまさんがあからしまにあって花嵐の桜となってしまって、なのでシナトを探していたのですけれど、どこにあるのかわからなくて。ああ、そうなのですね。それは梅雨の雨風ですね。お時間を取らせてすみませんでした。少々急ぎますので、これで失礼します。ありがとうございました。外風な方。気にしなくてもいいと思いますよ。ヤマリンゼファーさんはいつもあんな感じなんです。なんだか不思議な子で、悪い子じゃないと思うけど、ちょっと合わないというか、合わせる気がないというか。とにかくマイペースな子なので、あまり気にしちゃうと振り回されて疲れちゃいますよ。大丈夫ですか、だるまさん。もう少しだけ我慢してくださいね。あなたは先ほどの外風な方？まさかわざわざ私を探して？まあ、外風なだけでなく凪に頬を立てるような方なのですね。でもありがとうございます。そうなんです。なのでシナトをと思っていたのですが、皆さんないでいたようで、こちかハエか悩んでいたところです。ありがとうございました。でもここは学園所属のトレーナーさんのお部屋ですよね。入ってしまってよかったのでしょうか。まあ、そうだったんですか。バッジ？ああ、なるほど。これはそういったものだったのですね。てっきり近頃の時効の風なのかと思っていました。だから皆さんつけていたんですね。ともかくだるまさんを助けていただいたお礼をしたいです。一緒に来てくださいませんか？心地よい夕風。ここは学園の中で一番いい風が吹く場所なんです。特に今の季節はこの時間が一番の清風です。熱を帯びていた風が日没とともに緩やかに涼風になって、とても日和な気持ちになれますよ。どうですか？それは随風でした。そう言っていただけて私も嬉しいです。私もよく妖図や玉風に吹かれたらここに来るんです。そんな時でも揺れる葉になっていれば日和日和です。あら、けれどトレーナーさんは分かってくださっていたのではないのですか？だから私を探してだるまさんを助けてくださったのでは？まあ、何を言われたかもわからないのに、それだけで
わざわざ私を探してくださったのですか。あなたはとてもおかしな方ですね。でも私が感じた通り、とても外風な方です。今日は本当にありがとうございました。よろしければ今度は私が走っている姿も見に来てくださいね。では。すごい、なんてスピード。彼女抜群の瞬発力ですね。選抜レース前ですが、スカウトしてみてもいいかも。ヤマニンゼファーじゃないか。確かにスピードは短距離路線での活躍を見込めるが、少し慎重になった方がいいかもしれないぞ。彼女にはレースへの情熱がないんじゃないかって話もある。そういう馬娘は難しいからな。こんにちは。あら、フラワーさん。いつも通り家臣風のような素敵な風ですね。ありがとうございます。先輩、見てください。西のフラワーですよ。彼女もいいですよね。そうだな。何よりやる気に満ちているのが素晴らしい。そこがヤマニンゼファーと違うところだ。気にすることないと思います。ゼファーさんは怪我でお休みしてただけなんですから。お気遣いありがとうございます。でも私が選抜レースに出ていないのは本当のことですから。ないだままの風に帆は揺れず、雲が流れることもありません。私が静音か愚風か疑われるのは当然でしょう。ゼファーさんはいつも落ち着いていてすごいと思います。だから誤解されちゃうのかもしれないですけど、大変なことがあっても穏やかでいられるゼファーさんのこと、私は尊敬してます。フラワーさんは桜の花を広げる花風のようですね。ですが本当に気になさらないでください。お、帝王が出てきたぞ。レースへ向けての最終調整かな。すみません。颯がささやきかけてきてしまいました。お話の途中ですが失礼しますね。ゼファーさん。よーし、今日も絶好調。あなたの風が伝わってきます。それはまるで青嵐。もっと私に感じさせてください。なんだかよくわからないけど、もしかして僕と勝負したいとか？はい、あなたの風を飲み込み、より大きな風になってみせます。面白いね。嫌いじゃないよ、そういうの。でも僕についてこられるかな？引き分けってところかな。そのようですね。トレーニング中にぶしつけな真似をしてすみませんでした。どうしてもあなたと勝負をしてみたかったんです。いいよいいよ。でもどうして僕と？あなたが皇帝に憧れるのと同様に、私にもたどり着くべき風があります。遥か高みを行く天風が。そのためにもあなたには負けたくなかったんです。つまり憧れの馬娘みたいになるために誰にも負けられないってことだよね。風がどうとかはよくわからないけど、その気持ちならわかるよ。もちろん
最後に勝つのはこの無敵の帝王様だけどね。まあ冬に白ハエが吹くようなことをおっしゃいますね。今の私と帝王さんを比べてライバルというなんて、将来クラシック戦線での活躍を嘱望されている彼女と違い、私はまだデビューすらしていないんですよ。そもそもマイラーの私とは路線も違いますし、対戦なんて風を捉えるようだと思うのが普通のトレーナーさんなのでは。本当におかしな人。フラワーさんもあなたも風待ちをしてくださるのですね。風見にはならないつもりですが、悪風とは思えません。そのお気持ちに何を返せるか分かりませんが、選抜レースを見に来てくだされば私を分かっていただけるかもしれません。私は走ってみせます。他の誰よりも早く。心も魂も全て風になるくらいに早く。足がどうして私はまったく、なんて無茶なトレーニングをしたの。これじゃ怪我をして当たり前よ。これではレースは無理ね。いいえ、レースには出ます。一度吹き始めた風を止めることはできないのです。バカなことを言わないで。今無茶をしたら二度と走れなくなるかもしれないのよ。凪とは風が止まることではなく消えること。レースの中で風となれないのなら私は今頃レース場では多くの馬娘が風を目指し競い合っているのでしょうね。なのに私は何をしているのでしょう。ネクタイさんの声ですね。ええ、ほらあそこにいるでしょ。今まで鳥の声も聞こえていませんでした。心が穴地に吹かれていたのでしょうか。ああ、なんて心地よい風。まるで私の心のさらいの風です。そうですね。すみませんでした、トレーナーさん。夏に木枯らしを吹かそうなんてお恥ずかしい姿をお見せして、ここにいると昔を思い出します。私は体が丈夫ではなかったので、自然に囲まれた場所で過ごすことが多かったんです。遊び相手といったら野鳥や動物たち。日がない一日、鳥の声に耳を傾けていることもありました。それは心地よい生活でしたが、同時に自然の中では自分がいかに死刑風なのかと思わされました。私にはさざ波を起こす力もないのだと。だから私はずっと願っていたのです。風になりたいと。風は自由で
軽やかで力強く、そして決して何者にも邪魔をされない、走ることもままならなかった当時の私にとって、風は理想そのものだったんです。けれどその時は漠然とした憧れに過ぎませんでした。私が本当に目指すべきものを見つけたのはあの時。偶然目にしたレースで、私は風を見たんです。風を体現したあの走りを。ええ、あの姿はまさに風。脳を馳せる風。漠然とした憧れが明確な目標となったのはあの時からです。私は思いました。私の求める風はレース上にしかなく、レースの中でしか本当の風になることはできないのだと。こんなこと人に言ったことはなかったんですが、どうしてでしょう。あなたと話していたらつい。どうしてそこまでしてくださるのか分かりませんが、これも帆風に乗るのだと甘えさせてください。ありがとうございます、トレーナーさん。やっぱりあなたは外風なのですね。体の配列を意識して動作は正確に、末端まで整えることを忘れない。そしてインナーマッスルは嵐。今の私は沖津風、水面をかける視覚。お腹が愛の風で満たされます。あらあら、お抹茶さんは今日もお団子ですね。みんな並んでいると青地風でコロコロしそうですトレーナーさん、メニュー終わりましたよ。ありがとうございます。自分でもうまくいっているのがわかるんです。自分で怪我を治そうとしていた時はもっと大変でしたから。濁った思いは風にふさわしくありません。不安、恐怖、欲。私はそんな余計な思いをレース場に持ち込みたくないんです。あの場所で私が思いたいことはただ風のことだけなのに、怪我をするたびに穴地に襲われていました。私の心が濁り、風から離れていた。今はトレーナーさんのおかげで玉風に吹かれることもありません。本当に感謝しています。強風なんですね。でもありがとうございます。もし私に担当トレーナーがつくとしたら、あなたのような方がいいと思っていました。ですがその申し出はお断りさせていただきます。
問題ありません。体もよく動きますし万全です。心配なさらないでください。私は必ず勝ちます。あの時あなたと交わした約束のためにも。ですがその申し出はお断りさせていただきます。申し出は嬉しいですが、私は未だ八重の潮風をつかめません。今のままでは私が納得できないのです。ですから次の選抜レースには必ず出走します。そして必ず一番の風になります。そこで私に風置きを感じられたなら、その時こそ担当トレーナーになってくださいませんか？約束通り私の走りに満足いただけるよう努めますので、期待していてください。どうかしましたか、トレーナーさん。私の顔に何かついていたりします？そんなにじっと見つめられると少し恥ずかしいです。わ、びっくりしました。どうしたんですか？大きな声なんてあげて。そんなことはありません。本当に大丈夫ですから。大丈夫です。分かっていますから。トレーナーさんのおかげで中身の濃いトレーニングができたことは分かっているんです。型にはめている？私が風を？あ、ええ、そうですね。その通りです。そよ風も颯もつむじもいぶきもみんな風にこうでなくてはならないなんてない。分かっていたはずなのに。私はありがとうございます、トレーナーさん。目が覚めました。昨日の風は昨日の風、今日の私は今日の風になればいいんですね。今私の心がぼんごちです。この先はきっとなんだか楽しくなってきちゃいました。第3コーナーのカーブを回って 600m を切りました。ヤマニンゼファーはやや後方に位置、果たして届くのか。ここまではそよ風。第4コーナー回って直線へ。ヤマニンゼファーは未だ後方、ここから巻き返せるか。先ぶれの風は終わり、ここからは先頭集団は混戦模様。一体誰が抜け出してくるのか。おっと、その外、大外からすごい足。今こそ魂ごと激しく。ヤマニンゼファーだ。大外からぐいぐい突っ込んで3番手から2番手、一気に先頭に変わろうという勢い。ヤマニンゼファー先頭だ。これは強い。1馬身から2馬身とリードを開いて今ゴールイン。トレーナーさん、見てくれましたか？私の走り。ありがとうございます。でもまだまだです。今はまだ風が立ったばかり。ほんのそよ風に過ぎません。
より大きな風になるためにはあなたに。本当におかしな人。でも万物を成長させる恵みの風。私にとっての系風はあなたしかいません。私からもお願いします。どうか私の担当トレーナーになってくださいませんか。はい、よろしくお願いします。風の行く末をどうか見守ってください。あら、トレーナーさんも白ハエに誘われましたか。過ごしやすい陽気ですものね。いえ、用事はなぎです。ですのでこの白ハエを受けるのに一番良い場所を探してみようかと思い。またそよぎましたね。ではトレーナーさん、失礼いたします。確かあなたゼファーさんのトレーナーさんですよね。ゼファーさんを探すの手伝ってくれませんか。クラスの懇親会、ゼファーさんの出血だけ聞けてなくって。ゼファーちゃん、さっきまでいましたよ。でも夕風がどうこうって言ってどこかへ。心地よい夕風。ここは学園の中で一番いい風が吹く場所なんです。特に今の季節はこの時間が一番の清風です。ああ、ゼファーさんならあそこに。いない？おかしいな。本当に今の今までいたんですけど。そんな、どうして追いつけないの？やっと見つけた！探したよ、ゼファーさん。まあ、随分と青嵐なご様子ですね。私に何かご用でしょうか。それはわざわざ申し訳ありません。すでになぎとお伝えしたつもりでおりました。吹き渡る風の行く先は知らず、晴天に嵐を起こしてはあからしまかと思いまして。はい、風の先読みはできませんので。先読み、先が読めない。もしかして予定がわからないってことかな。そっか、トレーニングがあったりするかもだもんね。了解。トレーナーさんもご協力ありがとうございました。いいえ、風の向くままでいたいとそう思いますので、みんなでいていこう時間も好ましくはあるのです。けれど同じくらい一人でいる生き方も大切にしたく、吹く風の色はその時々で違いますから。であればこそ風見の鳥をつながず選ぶ余地を残していたい。より自然でありたいのです。
おろしとなるか強風か明日などわからないものですから。はい、私が私としてあるために風は自由であるならば、私もまあこんなにも緑がこのような場所で干潟を楽しめるなんて。花嵐の道行きですね。まあトレーナーさん、こんにちは。実は干潟を求めているのです。自然を味わいたくて。けれど都会ではそれもままならない。空風ですね。それにしても愛の風の賑やかさですね。皆さんせちごちに吹かれたようにそわそわなさって。隅っこは春の西風ですね。動物ならいますよ。ほら、こちらにしとしとさんが。それにあちらにはしましまさんたちもご家族でピクニック中なんですよ。みんなつむじにまさに風来坊のよう。あらあら、まんまるさんたら追いかけっこですか？ならならるオレンジさんたちもいらっしゃい。一緒に踊ってみましょうか。タフな美しいと思うところで呼んで差し上げたくて。おしゃれさんですか？外風でトレーナーさんらしいお名前ですね。やわい春風の心地になるほどにオレンジさんの歌もぼんごちです。故郷と同じ響きで懐かしくて、都会でも故郷にいる時と似た弾き方を感じられるだなんて思いませんでした。いえ、少し風に任せておりました。吹き渡る流れが歌うように聞こえたのです。奔放に木々をかけ、縛られぬ止めどない旋律を。けれどどうしてそれが？風の旋律は一人静かでいてこそ感じられるものと思っていました。心がなぎれなければ一体にはなれませんから。なのにほら、今も渡ってきました。まるで青ごちのような美しい流れ。
阻むものもなく風の吹き抜けることの幸いをこんな風に感じることがあるなんて。あなたの周りを吹く風はとびっきり変わった風なのかもしれませんね。今日はありがとうございました。おかげさまで黒ハエの心地にならずに済みました。また。そうですね。もしまた二人に同じ風が吹けば、その時はあら、オボセの気配を感じてみれば、はい、気を含む新風の気配に誘われまして、涼風の通りを探していたのですが、今ようやく朝の海風が陸へ吹き抜けました。トレーナーさんの方から？いえ、きっと季節違いの風でしょう。それより本日のトレーニングもどうぞよろしくお願いいたします。ここで寒立ちのようにありがとうございます。天風となるためにもこの風を離さずに。また涼風。トレーナーさん、一つお願いを聞いていただけないでしょうか。夜が凪でしたらで構いません。私と風待ちにおいでいただきたいのです。どうしても確かめたいことがありまして。まあ、早来感謝いたします。それでは夜にまた。夕凪の静音も時にはいいものですね。はい、風待ちですから。夕凪が過ぎて風が吹き始めるには時間がかかりますけれど、それも少しのことでしょう。じきに朝ここで出会った風とまた会えるはず。はい、気を含む新風の気配に誘われまして、涼風の通りを探していたのですが、今ようやく朝の海風が陸へ吹き抜けました。トレーナーさんの方から？朝の海風は夕凪を経て陸風となりますから、ここで風を待てばきっと会って確かめたい。あの涼風がいかなる起こりであったものなのか。あらハンカチさんですね。こんなところでお会いできるなんて。あ、トレーナーさん。いえ、今度はメガネさんです。メガネさんがいるなんて、ここはきっと干潟でおぼせな場所なのでしょうね。あちらにはパタパタさんもおりますね。
みんなで楽しそうなワルツ。ここはいい森ですね。故郷の干潟に似て空気が澄んで心地いい。風。大気は凪のまま。けれどこの心地はあの涼風とそうだったのですね。不思議だったんです。なぜこんなにもよく涼風を感じられるのか。今朝もそうです。松風が吹かず心に穴地が忍び込もうとしたその時、風がかけた。朝の海風とばかりに涼やかな流れがあなたから。だからあなたがいると涼風に出会えるのだろう。そう思っていたんです。けれど風のない今も同じ風が心にそよいでいる。トレーナーさん、あなたこそが息吹、心地よい風そのものだったんですね。まあ、トレーナーさん、こちらです。颯に。外風です。これまでに感じたことがないほどの。いつかこの風も受けることができるでしょうか。また二人で